ハローラこんにちは、パーカッションの高文です。今回はプレイテックの新しいモデルのコンガとボンゴが出ましたので、こちらのサウンドチェックレビューをしていきたいと思います。ドラムマガジンの方でもこちらの楽器のレビューを書かせていただいておりますので、そちらもぜひチェックしていただければと思います。ただ今の時代ですね、その実物動画で見たり音聞いたりした方が分かりやすいかなと思って、動画撮ってもいいですかと許可をいただいてですね、撮らせていただいております。ぜひチェックしてみてください。はい、まずは外観から見ていきましょう。このようなルックをしております。こちらのモデルはサンバーストというカラーリングで、もう一つネイビーというカラーリングが展開されています。で、ご覧の通りですね、このスタンドがもうセットで付属でついておりますので、このようにすぐに立奏として演奏することができます。サイズは小さい方が10インチ、大きい方が11インチ。よくあるスチューデントモデルとかエントリーモデルのサイズと同等のスペックですね。こういったフレーム、パーツも、この辺が樹脂だったりしますので、価格を抑えたコスパモデルであるっていう感じですね。はい、続いてボンゴです。こちらはコンガと比較してもあんまりエントリーモデル感がないですよね。いかがですか？この上下のフープはゴールドパーツになっております。ラグはクロームね。で、木材がアッシュ材らしいんですけれども、このアッシュ材とゴールドパーツの組み合わせっていうのが、大手 LP のギャラクシーモデルっていう超有名なプロユースのモデルがあるんですけれども、そのルックを踏襲してるのかなと感じました。はい。私のチャンネル見てる方だったらね、なんとなくわかると思うんですけど、こういうルック私大好物でございまして、はい、これ好きですね。はい、正直に言って。で、コンガもね、私のセンスで言うと、このゴールドパーツとこのアッシュのナチュラルに統一して、これをセットで売ればいいんじゃないかなって感じましたけれどもそれは難しかったんでしょうかね。はい。サイズはですね、こちら7.5インチ、8.5インチで、比較的スタンダードなサイズ感となっております。今回私が一番特徴的だと感じたのがですね、この本革ヘッドですね。はい。見た目水牛っぽいんですけども、どうでしょうね。ちょっと詳細は明らかになってないんで、明言は避けますけれども、水牛らしいサムシングであると。はい。で、この厚さがめちゃくちゃ薄いです。わかりますこれ？はい。通常コンガの革って、だいたい1ミリ強ぐらい。で、私が使っている分厚い革だともう2ミリとかっていう厚さになっておりまして、これはね、目算だいたい 0.7 ぐらい。はい。1ミリは少なくとも切るかなっていう感じで、こんな薄い皮を貼ることはあんまりないんですよね。はい。イメージとしてはもうアフリカのジェンベに近い、分厚めのヤギ皮が貼ってあるみたいなイメージで考えていただけると分かる方もいるかと思います。で、サウンドもですね、はい。これ音だけ聞いたら、あれこれジェンベのサウンドかなって思うぐらいの感じだと思うんですけれども、それはこのね、革のキャラクターがかなり出ているっていう感じです。で、ボンゴも同様の薄い皮が貼られておりますが、これね、ボンゴに対してはね、ありなんですよね。トラディショナルなボンゴでもすごい薄い皮を貼ったり、あるいはフィルムを貼ったりすることもあるぐらいなんで、ボンゴにとってはね、この軽やかなキャラクターにすごくこの薄い皮は合ってるのかなと感じました。はい、この薄いヘッドのキャラクターが強いのでですね、いわゆるキューバとかね、ラテンの国のコンガボンゴをイメージするとちょっとギャップがあるかもしれないんですけれども、薄さを逆に生かすっていう手もあって、薄いと何がいいかっていうと、例えば指だけでもこれ全然鳴らせてしまうっていうね。あとはスティックとかマレットでも普通に鳴らせます。
むしろいい感じですよね。はい、という感じでですね、これ見た目こそコンガなんですけども、その実はジェンベのようでもあったり、タムタムのようでもあったり、和太鼓っぽかったり、本革のねシンフォニックな太鼓のようでもあったりみたいな感じで、いろんなこう民族楽器の要素が入っている、いわゆるカリブ海のラテンのね国々のコンガのイメージというよりかは、もっとこう広い範囲で、ワールドミュージックというか、自由な発想のエスニックドラムと考えていただけるといいんじゃないかなと思いました。はい。トライバルのね感じでこうぶったたいてもいいでしょうし、中東の音楽のようにね、割と指中心でこうはい叩いてもいい、かなり奏者の自由度が生かされる楽器だと思いました。はい。対してボンゴの方はスタンダードなラテンのボンゴらしいボンゴと言えると思います。はい、皮が薄いっていうのがやっぱり一番の特徴なので、それをどう捉えるか、どう生かすかっていうところかなと思いますと。コンガと同様にですね、もうラテンとか関係なく、もう自由な発想でやっぱり演奏してしまうっていうのが一番おすすめですね。はい。皮が薄いっていうのはつまりね、耐久性、破れやすいっていうことでもあるので、そこだけ要注意です。はい。このボディのカーブが結構強めに入ってるので、これで若干破れにくさは緩和されるのかなと思いますけれども、管理にはしっかりと気をつけていただければと思います。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションの未来のために情報をどしどし発信しておりますので、チャンネル登録、高評価、コメント、ハイプ、投げ銭、メンバーシップなどなど応援よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。たこみでした。バイバイ。